チーム未来の投手をしております安野貴弘と申します。脳とブロックチェーンと AI と全部が直結した世界で、投票アルゴリズム一つで世の中の形めっちゃ変わる。全人類のその瞬間の欲望を政府が嗅ぎ取って対応するみたいなことも事実上できる、記念すべき第1回目のゲスト安野貴弘さんにお越しいただきました。ありがとうございます。呼んでいただきましてありがとうございます。このチャンネル1本目ということでチャンネル主の大平さんから自己紹介していただいてもいいですか。自己紹介はい、スタートバーンっていう会社を経営してます C 大平と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。チーム未来の投手をしております安野貴弘と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。大平さん、このチャンネルはさまざまな分野の、超長期的な未来についてお話しされるとお伺いしてるんですか。そうなんです。超長期的な未来。そうなんです。僕は近視眼はやめろおじさんになろうかと思ってるわけですよ。なんでかっていうと、僕はアート業界にずっと長くいて、あと今、ブロックチェーンを扱って起業してるっていうのもあって、ブロックチェーンもアートもやっぱり時間軸でいろんなことをやっていく世界なんです。でそんな中でテクノロジーの発展もあってどんどん世の中近視眼的になってるなという中で、社会貢献っていうほどでもないんですが、なんか発信したいなって思うようなところができたっていうのがあります。一言で言うと近視眼をやめろというところを発していきたいと。だから超長期的な未来について話していきたいと。そうです。なんで超長期的な未来をみんなが楽しくイメージができるような世界になっていくといいなっていうのでこのチャンネルを始めました。いやもうチーム未来もまさに他の生徒さんが割と近い未来のことを結構考えている中で、いやもうちょっと長い目線持とうよっていうのを結構言ってる生徒だったりするので、そういう意味でそのコンセプトすごい共感するところです。いや本当そうなんですよ。なんですよ。だからもう本当にこんなに素晴らしい第1回目のゲストはないってくらい。いやありがとうございます。しかも安野さんの経歴が、多分注目されるところってそれこそ世界的なコンサルティングファームにいらっしゃったとか、開成東大にいらっしゃったとかってあると思うんですけど、実は世界的なアートの大学院もご卒業されていて、そうロイヤルカレッジオブアーツです、ね。そうです。RCA でございまして。すごい。大平さんもアーティスト出身でいらっしゃる。そうなんですよ。どっちかというと僕はアートしかないぐらいの人間だったんですけど、オフィスの玄関にも作品が。そうなんですね。本の作品は僕のじゃあ後で拝見させていただきます。なんか一説によると著名な方にそうです。安藤忠雄さんに買っていただいたものと同じ時期に作ったものですね。ちなみになんでアーティストにはなりたかったんですか。いやそれが中学校の時に図書館に行って、いろんな本を読みながら進路を考えようって授業で、いろんな偉人の成果とかを見てると結構正解がある世界が多くて、例えば科学者とか科学者もそうですけど、数学者もそうですけど、自分がそれを目指して直前にやられたらどうするのかとか、なんか答えが1個しかない世界だと負ける可能性があるなと思ってて、アートは答えがたくさんあり得るかなと、でその時に強く惹かれたのはダ・ヴィンチなんですよ。で安野さんってね、今の令和のダ・ヴィンチって言われてる。言われてないです。ダ・ヴィンチの前でおこがましすぎるんでちょっとダ・ヴィンチではないです。なんかいわゆる当時の絵描きだけじゃなくてやっぱりいろんなことができて社会を俯瞰できるようなダ・ヴィンチみたいなのに憧れてたっていうのはありますね。今日スタジオというかこれオフィスですよね。そうです。これすごいですね。そうなんですよ。どういう状況なんですかこれは。これは一体。そうなんですよ。これだからこういう趣旨で未来を語る世界観で YouTube 番組始めようとなった時に、我々アートの会社でもありますので、なんかちょっと特徴を出したいなと。で藤倉麻子さんっていうアーティストにお願いして、じゃあこの後ろのモニターの作品が作品でいらっしゃるってことですか、藤倉さんの。もともと映像作家と、映像を中心にやられてる作家で、こういうどの時代なのかどの空間なのかわからないような、作品を作られてて、今年のベネチア・ビエンナーレの建築の、日本代表で、本当に今活躍されてる作家さんです。じゃあ大平さん最初のトピックお願いします。世の中結構近視眼的になっていってどんどんエスカレートしてる感じがするんですよ。でそれもう間違いなくテクノロジーが後押ししてる部分もあると思うんですけど、大平さん的に最近思うところがあったんですけど、近視眼の。そうですね。例えば日本の、東京オリンピックの時に競技場の建築家の選定の時に、
ザハ・ハディッドが選ばれた時にもう建築総工費が高いからっていうことで、そう叩きになったり、実際ザハは日本の建築家でもないんで、日本のオリンピックだったら日本の建築家を選んだ方がいいよみたいな意見もあるだろうし、総工費も確かに高かったんですけど、でもその時に出てくるこのなんだろうな、その罵詈雑言の中にどうしても短絡的だったりとか近視眼的な意見がすごく多かったイメージがあったんですね。いやなんかそれはすごく私も共感するところがあって、この前世界 SF 作家カンファレンスみたいなのがあったんですよ。で中国の成都っていう都市に行ったんですけど、その成都を SF の都市にしたいということで、そのカンファレンスに合わせてザハ・ハディドのスタジアムを建てたんですよ。日本はオリンピックですらザハ・ハディドに投資できなかったんだけれども、今の中国ではSF っていうところに力入れる、そのいろんな歪みももちろんね中国あると思いますけれども、少なくともそこの側面においてはザハ・ハディドのスタジアム建てられたんだと思って、なんかちょっとその違いみたいなのにちょうど同時期だったんで、びっくりした記憶があります。いやそうですよね。国の資産みたいな、なんか長い目で見た時に絶対必要なものっていうものに対して、結構なんだろうな、反対、それにお金を費やすことに反対意見が多いなっていう、大学の基礎研究みたいなものもそうだと思うんですけど、そうですね、まさになんかやっぱり見えにくいものに対してこうお金を投資するっていうことがかなり難しい状況になってますよね。なるほど。なんか短期的な思考って例えばなんかその見てると結構割と政治ってパフォーマンスっぽいというかすごい極端な右左みたいな、そういう意思決定のイメージなんですかね。そうですね、それもそうですし、だから本当にツイッター X でバズるとか TikTok でバズるのようなコンテンツっていうのはやっぱりなんだろうな、ファクトチェックとかもろくにしないようなものが急激に拡大したりもするんですけど、やっぱり刺激的なものだったりとかで結構やっぱり面白くって広げたくなったりとか、現実ってそんなに分かりやすい悪もいなければ、分かりやすい良くないものもなければ、なんか政府なんか特にちゃんと考えられて作ってるのに、なぜか陰謀論的なね、陰謀論もそうですし、そうです、もうなんかエンターテインメントになってたりフィクションになってるところで加速してるところあるのかなと思うんですけど。確かに安野さんまさにその右とか左とかのそのフィクションの世界の中で多分なんか中道的に戦ってらっしゃるイメージですけど、なんか僕は要はバランスおじさんになろうかなとやっぱりそのあるものがあった時に 100% A だよねとか 100% B だよねってことってほとんどないと思うんですよね。で今のSNS ってこれは分断を広げている方に働いてると思いますし、なんかどっちかに触れやすくなってるっていうのはこれは間違いなくあると思います。ただ一方で僕がちょっと思ってるのは、全ての SNS がそうではないんじゃないかと思っていて、つまりその分断を狭めるような SNS っていうのも作ろうと思えば作れていくんじゃないかっていうのを思うんですよね。例えばアルゴリズム一つ取ったとしても、今インプレッションを最大化する方向にアルゴリズム働いてますけど、例えば1割くらいは自分と意見が違う人の意見が流れるようにするっていうだけでも相当またその SNS を通じた世界が広がるのか狭まるのかっていうのは変わってくると思いますし、実はそういう回ってあるんじゃないかなって思ってる派です。なるほど。今要は多分 SNS とかで TikTok とかもう見て映ってくるバズってくる人が好きになるみたいな、っていうので投票したりとかっていう動きもすごく加速化してるだろうなと思いつつ、ただ一般の国民の目線でいうと超長期的な視点で考えるのってめちゃくちゃ難しいというか、目先のことで投票したいじゃないですか。物価高がとかってやっぱそうなる、なんか給付欲しいなみたいなでなっていくと思うんですけど、これは国民のせいっていうよりも仕組み側の話なのかなと思っていて、そこ泰さんとかどう思っていらっしゃいますか、その辺の。いやいろんなんでこうしないんだろうみたいないろいろあって、なんか自分が投票したものに対してその投票した先がなんだろうな、間違ってたとしてもなんか被害に遭わないじゃないですか。わかりますわかります。フィードバックが遠すぎるので気づかないんですよね。そうだからああいうのとか全部投票とかもブロックチェーンでやってしまって、
で投票だけじゃなくてなんかその政策ごとにもうなんか分人化して、それぞれに投票していってでなんならその先の税金の徴収とか再配分とかも全部そこの投票の結果反映させるみたいなことをやっちゃえばいいかなと思って、そうすると自分が変なところに投票するとなんかこう税金が高くなるとか。実際技術的に投票したやつがずっとブロックチェーンで管理して後でそれ本当に国をよくなくしただろうみたいな感じでそうトラッキングすることはできるんですか？やろうと思えばできると思いますね。マイナンバーと紐付けてイーサリアムアドレスとかを紐付けてしまってでその人のいろんな行動履歴っていうのはそこに貯めていくっていうのはできるんで後からそこに投票した人にしかこれができませんとかこういう配分はもらえませんとかここに投票した人にはこういった割合で送金を実行するみたいなことは簡単にできる。なるほど。最近そこまでいくかは置いといたとして、はい、なんかそういうブロックチェーンとかの技術で投票行動をある程度こう可視化させるみたいなことっていうのはどう思われますか？そうですね、自分がどこに投票したかみたいなことが、秘密投票がいろんな意味で原則ではありますので、その自分が投票した先をどう公表するかっていうところはいろんな議論があると思うんですけど、ただ少なくとも私は電子的に投票できるようにした方が 100% いいと思ってまして、いわゆるネット投票ですね、でなんでこれやった方がいいかと思うとその投票のアルゴリズム票のカウントのやり方のアルゴリズムって今すごいシンプルじゃないですか、1人1票持ってて、で結局多い方が勝ちですっていう感じなんですけど、これ実は世の中的にはいろんなアルゴリズムがあって、例えばそのクアドラティックボーティングって言われるような票数にルートを1個置いて平方根を実際の票数にしようっていう考え方とか、もうちょっと現実的なところだとランク付け投票っていうのがあってですね、これ1位から2位3位4位5位で一番最下位まで誰にしたいか誰にはしたくないかっていうことを重み付けできるんですけど、で例えばこういうねランク付け投票を入れるだけで今だったら全方位敵戦略みたいなのって結構ワークするんですけど、6位一番下になるのがネガティブに働くような投票戦略だと結構その候補者間で協調性が生まれるみたいな話なんですね。でそのやっぱ投票アルゴリズム一つで世の中の形めっちゃ変わるんで、そうですよね。そういう意味でやっぱりいろんな投票アルゴリズムをちゃんと比較検討しなくちゃいけないんだけれども、今の投票のやり方だとそれ集計がそもそも無理なわけですよ、ルートかけるとかありえないわけですよね。のでまずネット投票を実現する、そしてより世の中をよくできるような投票アルゴリズムを模索してそこにシフトしていくっていうのがその人類文明のパスなんじゃないかなっていう。なるほど。すごい超長期的な未来感が。でもそこでやっぱり気になるのはそれこそ本当に脳と直結したようなその脳とブロックチェーンと AI と全部が直結した世界で、全人類のその瞬間の欲望を政府が嗅ぎ取って対応するみたいなことも技術上できるじゃないですか。できる、10年12年かかるかもしれないけど、だから論理的には通ってますよね。論理的にはできるんですよ。論理的には通ってると思います。いろんなねテクニカルな本当にそれできるのっていう部分はあるとは思いますけど、お二人の中、すみません、素人目線だと分かんないですよ。二人の中だと今の話みたいなのはもう技術上可能ではあるんですか？ロジック的に。今は無理ですよ。今は無理ですけど、将来的に可能と言われてもおかしくないですよね、やっぱり。結局その時に究極的は未来のことなんか普通は考えないじゃないですか、今お腹減ったとか、あいつムカつくとかばっかりになってくるんじゃないのかなと。だから理性的な何かを入れない限りは人類はそうなっていかないんじゃないかなと思って、なんか今の自分はこれ気持ちよくはないけど、もしかすると10年後のためにこいつに投票した方がいいっていうのって結構投資とかと考え方が近かったりとか、あとアートとかもそういう側面があって、ゴッホなんかみんな知ってると思うんですけど、ゴッホが生きてた時なんかは本当何十人もしかファンがいなかった、ファンすらいなかったような世界なんだけど、でもやっぱり長期的に見たらもうこのゴッホが亡くなってから100年以上経ってゴッホのことを知ってる人数って多分今の世の中で「鬼滅の刃」のことを知ってる人数よりも多いと思うんですよ、そうですね。だからそれって
ある種の投資的とか理性的な判断がないとダメで、なんかそういうのをどうやって入れればいいのかなみたいなのは考えてる。2つくらいポイントとしてあるかもしれないのが、一つは今の近視眼的でもいいのってこうすると結局二次的三次的な影響ってこうなるよねっていうのがあんまり可視化されてないからじゃないかなと思ってて、つまりその副作用を含めてしっかりといろんな政策に関してコミュニケーションしていくっていうのは一つ大事なことかなと。もう 100% いいことしか起きない政策ってほとんどないので、でもう一つあるのはやっぱり熟議的なものの価値っていうのは結構あると思ってまして、つまりパッと状況だけ見て A か B か決めるんじゃなくて、それって実際どうなんだろうねっていうのを結構ちゃんと喋ってみると。でちゃんと喋って情報を得ると一定の人っていうのは態度変容するんですよね。でこれスタンフォードに有名なフィッシュキン教授っていう人がいて、この人は昔からずっと無作為抽出したミニパブリックによる熟議っていうものが実はめちゃめちゃ大事なんだって言っていて、これ何を言っているかというと、無作為抽出してきた人たちが喋って3日間ぐらい喋るんですよ。で3日間くらい喋って専門家とかもそこについて実際のファクトこうですみたいなことをやりながらちゃんと議論すると、で最初10人中9人反対してたのが3日喋った後は55になるみたいな話なんですよね。でこれ無作為抽出されているので世間全員が熟議をした時も55くらいになるんちゃうかっていうなんかそういうロジックがあってですね、なので一つちゃんと喋ることの価値っていうのは結構あるだろうなと思うんですよ。でさらにもう一個テクノロジーの掛け算ができると思っていて、今熟議3日3晩濃密に情報をやり取りしようと思うのって相当コストがかかるわけですよね。だけれどもこれはテクノロジーを使う、例えばオンラインでは集まってできるようになったりとか、さらにAI が間に取り持ってくれることによって熟議をするコストをテクノロジーでめっちゃ下げることによって、もちろんね物理得に集まるほどの効果は得られないかもしれないけれども、1億2000万人で中程度の熟議するみたいなことができるようになると、もうちょっと長期目線の思考っていうのもできるんじゃないかみたいなことを考えてます。なるほど。でもなんか実際なんかシンガポール政府とかだとそうですよね。官僚があれですよね。そうですね。インセンティブ付けがねシンガポール政府が GDP が伸びるとボーナスがもらえるっていうのがシンガポール政府がなんかね調べて出てきて、そういうのなんかすごいな、そういうのもなんか長期的に政治家が長期的に考えなきゃいけないインセンティブなのかなだと思います。 GDP に比例させるのが日本で同じことできるかはちょっとわからないですけれども、都市国家とね日本のサイズっていう違いがあるのでつまり人口の増え方とかいろんな数がある中で同じことはできないかもしれないですが、何らかちゃんとインセンティブ付けはした方がいいと思います。一つブロックチェーン周りで言うと、私は予測市場っていうもの、これをうまく使っていくのは一つその国としてもいいんじゃないかと思ってて、ちょっと現状ね予測市場は日本の法律だとやってはいけないことなので、それは予測市場ってどういうことですか？予測市場何かというと、例えばガソリン暫定税率を廃止した時に数年後の例えば GDP が上がってるか下がってるかみたいなので予想をしますと。で上がっているっていう方にかけることもできるし、下がっているっていう方にかけることもできる。で実際に数年後その時が来たらどっちか分かるわけですよね。分かった時にその合ってた方に賞金が与えられて、間違ってた方にはただ取られるだけみたいな、そういうものなんですよ。ブロックチェーンってプログラムをなんかもうなんか公共空間に置くことができるみたいな。でこれは透明なプログラムになってて、普通そういうギャンブル市場って大体胴元が 30% 取るとか、そういう世界なんですけど、あと実際に配分されるかは不透明な世界だと思うんですけど、予測市場ブロックチェーンを使っている予測市場ってもうそこにちゃんと自分のウォレットからそれにもう入れてますよっていうのが明確に分かっていて、で結論が出た瞬間に公平に配分されるんで。ブロックチェーンすごい向いてるんですよね。アメリカの大統領選の予測市場とかめちゃめちゃ盛り上がってて、どれくらいの市場規模だったか忘れちゃいましたけどでかかった。めっちゃでかかったですね。もう数十億円突っ込んでる人とかいて、相当大きいんですが、それを使えるとなんかいいこと？それを使えるといいことは何かというと、インセンティブが揃うわけですよ。つまり予想が正しければ自分が儲かると思うと
これってこの政策ってやると日本にとっていいんだっけ悪いんだっけっていうのを結構めっちゃちゃんと考えるようになると。それを経済的インセンティブに紐づくんで、めちゃめちゃ自信があったらもうめっちゃかければいいし、めちゃめちゃ自信がなかったらかけなければいいと。でちょっとだけだったらちょっとだけ買うとか、なんかそういう自信付けも全部できるようになるので、まさに大谷とかの大谷が MVP 予測で 1.1 とか出てるのと同じような世界ですよね。だから、どんくらい本命かっていうのが可視化されるみたいなところもあって、最近AI の一番いいモデルを何月時点でどこが出してるか予測モデルとか結構ね面白くて盛り上がってますし、結構当たってるんですよね。あとは次のバージョンのチャット GPT いつ出るんだみたいな話とかも大体当たるんで、まあ結構ね予測市場の指標、もちろん全部を信頼することはできないけど、まあ、その日本の景気を測るときに日経平均を見るのと同じくらい参考になる時があるので。人の仕事はなくなるんじゃないかとか、労働しなくても生きていけるようにロボットじゃできないことっていうのはなくなるんじゃないかなって。 AI で不労使来るみたいな一定可能性はあると見てます。生きてる相手なのか死んでる相手なのか分かんないぐらいになりますよね。後継者問題をそれで解決しようとしてる